本日は素敵なゲストに遊びに来ていただきました。スーパーエンターテイナーのティアさんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お互いにですね、性にまつわるお仕事をしているという間柄でもありますので、本日は皆様の日頃疑問に思っていることなどをお二人で解決していきたいと思います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。視聴者様からいただいたですね、質問をですね、ティアさんの方にバシバシさせていただければと思います。はい。まずそうですね、ティアさんは2010年から2018年まで第一線で活躍をされていたという方ですので、やはりその裏側というところが気になるようですから、まずそのあたりからお聞きするようにしましょう。ではまずですね、その期間を振り返ってみて、何か良かったこととかですね、これは困ったなんてことがあればおっしゃっていただけますか。はい。まず良かったところからと申し上げますと、やっぱ普通に生活をしていて出会えない方々にたくさん会えるというところが一番良かったところかなと思います。あとやっぱファンの方とか応援してるよとかそういうふうに言ってくださる方もいっぱいいらっしゃって、自分の仕事の糧になるというか、すごくいい経験をさせていただきました。悪かったことというか何でしょう、ちょっと大変だったことも多少はやっぱり性に関するお仕事だったんで、やっぱりメンテナンスというか常に性病にならないとかそういったところを意識していきながら、活動していったのがちょっと大変だったところかなと思います。じゃあ意識の高さの中に自分の中で成長するものが見出せたというような感じですね。そうですね。はい、ありがとうございます。ではですね、その撮影のですねペースというか、どれぐらいの期間を空けてやるものなのかとかですね、あと1本あたりどれぐらいの撮影時間かかるとか、そのあたりをじゃあ教えていただけますか。女優さんによって、契約によっていろいろ変わってくるんですけども、単体の方だとだいたい月1本で、その1本にかかる時間も、朝8時からかかる時は夜中の12時朝の2時までかかったりします。あと契約にもよるんですけども、短い撮影とかもございます。そのあれですね、やっぱり期間が長い間にしっかり準備をして、でそこのところに最大に集中してというところで、なかなかコンディショニングが難しいということですね。難しいですね。はい、わかりました。ありがとうございます。それではですね、次に男優の方について教えていただきたいと思いますが、すごく筋肉が隆々で、結構荒々しいようなイメージは割と視聴者側から持つと思うんですけど、実際のところはいかがですか。そうですね、この業界っていうのは映画やドラマと一緒で一つのエンターテインメントっていうところもありますので、男優さんもそういうふうに表現をしたりしてる方の方が多いですね。もちろんそれぞれ個性が皆さんあるので、ちょっとね荒々しい方も中にはいらっしゃるんですけども、基本的には皆さん優しいです。やはりプロなのでオンオフはしっかり分けていらっしゃるような、そういうことですね。そうですね。実際はとっても優しい方ですよというところを、じゃあお伝えできればと思います。お願いします。では次にですね、現場の中で仲の良かった方とかですね、女優さんとか男優さんですとか、そういう方はいらっしゃいますか。基本的に男優さんとは、そんなに仲良くなるっていうタイミングがなかなかないので、現場入りました、おはようございます、お疲れ様でしたぐらいの言葉とか、お仕事の打ち合わせとかはしますけども、そんなに仲いいとかはなかったかもしれません。よく会う男優さんっていうのはありましたけどね、監督さんとかが、多分ティアちゃんとこの男優がマッチがいいなとか、そういう理由で結構よく会う男優さんはいました。そうですね、女優さんだとそうですね、3、4人仲良くさせていただいてます。そうするとお仕事はあくまでもお仕事っていうそういうイメージなんですかね。そうですね、割と結構お仕事はお仕事、プライベートはプライベートみたいな感じでした。すごくプロ意識を感じます。ありがとうございます。はい、では次はですね、性感染症に関するご質問もたくさんいただいております。そうですね、特に現場の中では不特定多数のことがあったりですとか、はい、あとは実際避妊具コンドームとかですね、使わないようなシーンもあったりするかと思うんですが、そのあたりの対策というかですね、何かあるんでしょうか。そうですね、やっぱり一月一度、最低一月一度、性病検査を
と義務付けられているっていうのところが、一番のそういう性病防止なのではないかなと思います。ただやっぱりその中でもなんか異変があるとかかかってしまったっていう時にはやっぱりその、休息時間っていうんですか、休み時間を設けて、ちゃんと感知してからまた、撮影に挑むという形になります。そうするとこう撮影のスケジュールもちょっとずれちゃったりなんてこともあったりするんですね。はい、そうですね。それもちょっと大変ですよね。そうですね。でもそれぐらい皆さんきっちりやっていただけてるということですよね。はい、ありがとうございます。こうちなみにですが、ティアさんはそういうのにかかってしまったということはあったりしたんですか？ちょっと記憶にある中だと1、2回やっぱちょっとこうお医者さんにかかることがありました。実際体験もしていただいているということでございます。そうですね。はい、ありがとうございます。はい、ではここからはですね、もうアラカルトという感じでもう一問一答ですね、こうバシバシお答えいただければと思います。ではまずはライトなところからですね、こう好きな男性のタイプというか、そういうのは何かありますか？好きな男性のタイプ。ちょっと王道かもしれないんですけども、大人の理解ある優しい男性が好きです。100点の答えですね。教科書通りの答えでございました。王道です。そのこう大人の男性をイメージしていただいてもいいかと思うんですけど、何かこういう仕草でドキドキするとかですね、そういうのは何かありますか？意外となんか冷静なこう男性がやっぱいいですね。こうちょっとしたことにも動揺しない人とかがやっぱこうキュンと惹かれますね。はい。きっとね、そういう方は男性ホルモンもたくさん出てるんですね。そういうことですか。そういった方かなというような印象を受けしました。なるほど。ありがとうございます。では次はですね、こういう方はこう夜の営みが上手そうだなとか、そういうような何かこう感じるポイントってのありますか？なるほど。さっきのドキッとする仕草の内容とちょっと似てるかもしれないんですけども、やっぱこう安定している感じの男性の方がやっぱこう夜の営みもちゃんとどういうところを求めてるのかとかこう察知してくれそうな感じはします。やっぱりクールな感じがいいっていうところですね。そうですね。はい。だそうです。ありがとうございます。ではですね、先ほどお答えいた内容とも少しこう重複する可能性はあるんですが、こう現場で男優の方ですね、そういう方にじゃあ本気でこう恋愛感情を覚えるようなそういうことはなかったですかね？私に限ってはなかったです。他の女優さんはちょっとわかんないですけど、やっぱりお仕事っていう感じでした。はい。やはりプロフェッショナルというところですね。そうですかね。はい、ありがとうございます。ではですね、ちょっと込み入った話になるかと思うんですが、こう理想のですね、ペニスっていうのは何かあったりしますか？そうですね。やっぱりこうしっかりギュンと。硬さの話ですか？長さの話ですか？硬さですかね。硬さがやっぱり一番重要されますね。そうですね。やっぱりこう血流がいい、あそこがいいんじゃないかなと思います。あんまり長さというところにはこだわりはないですか？あんまり私はそこにこだわりは持ってなくて、どっちかっていうと硬さですかね。そうですね。やはりじゃあこう長さよりも硬さの方が重要視されるというところですよね。で硬さに関してはですね、やはり皆さんお困りになるタイミングですね、お酒飲んだ後にうまくいかないとかもあったりはするかと思うんですけど、一つきっかけとしては G 行為の時とかにもなかなかですね、こう硬さが満足いかないようなんていう場合には一度ご相談いただければですね、その時ホルモンの値ですとか、あと血液の問題、血流の問題ですね、そちらに何か問題があれば先ほどお話をしたレノーバというマシンですね、またこちらご参照いただければと思いますが、そういったところでこう根本的な治療もできるかと思いますので、何かお困りな方はですねご相談いただければと思います。ではですね、こう性行為の時にですね、こういうことをやられて嫌だったなとか、そういう、NG というか困るようなことってのありますか？そうですね。やっぱりこうなんて言うでしょう、最初からこう雑な感じの扱いはあまりよろしくないかなと思います。そのプレー中にどんどん激しくなっていくのはいいと思うんですけど、最初からなんかこうがっつりっていうのは私はちょっと苦手かなと思います。個人的な感想です。やっぱりソフトにスマートにっていうところがやっぱり求めるところですね。例えばこう現場の中で、そういうこうジャンルのものとかもあったりすると思うんですけど、それとはまたじゃあ別の話ですかね。そうですね。現場ですとああいう
いう作品の内容というか、ドラマと一緒でこういうストーリーを作っていってるような感じですかね。そこはもう演じてますというところですね。そうですね。はい、わかりました。ありがとうございます。では最後のご質問ですね。はい、早漏ですとかですね、治療ですとか早かったり遅かったりっていうのは何か女性として気になるようなことっていうのはあるんですか？そうですね。正直に申し上げますと、程よい感覚っていうのをちょっと求めていて、早すぎても遅すぎてもちょっとバランスが悪いのかな。欲を言えばバランスのいい時間をちょっと要求している部分はあるかなと思います。はい。早漏治療って一応定義というものはあったりはするんですけど、はい、ちょうどいい時間っていうのは結構人によって違うのかなと思うんですけど、ティアさんのちょうどいい時間っていうのはだいたい何分ぐらいとかっていうイメージなんでしょうかね。確かに難しい質問ですね。難しいです。スタートからラストまで想定して20分から25分ぐらいですかね。それぐらい頑張りましょうということでございました。ありがとうございます。はい、いろいろとですね答えにくい内容もあったかと思いますが、赤裸々にお答えいただいてありがとうございました。ありがとうございます。でですね、今多方面で活躍されているティアさんですが、何かお知らせというかございますか？はい、7月20日、はい、日曜日、こちらの大阪の高気圧ガールというおばんざい屋さんでちょっとセクシーなコスチュームで、ちょっとイベントをさせていただくことになりました。1部は19時から2部は21時半から、詳しくはティアのインスタまで、チェックしていただけると嬉しいです。高気圧ガールというおばんざい屋さんなんですね。そうなんですよ。なんかすごい私もネーミングがそうですね、楽しそうなイベントだと思いますね。じゃあ皆さんよかったらぜひご参加いただければと思います。はい、お願いします。本日はですね、素敵なティアさんとともにですね、日頃の悩みというか素朴な疑問の方を少しですね知見が深められたかなというふうに思います。またぜひエピソード2があれば遊びに来ていただければと思いますので、ぜひ楽しみにしててください。はい、じゃあ本日はご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。